どうもババアです。白様です。今日も快晴ですね。川の水めっちゃ少なくない？多分過去一で少ない。石伝いで向こう岸まで歩いていけそうだもんね。台風の時の増水が嘘みたい。ほんとそれ。今日は天気はいいけど湿度が高いな。僕のひげがジトジトするよ。今日は乾燥機つけないと洗濯物が乾かないかもな。発作がどんどん大きくなってきました。またジャム作り地獄が始まるね。今年もお父さんにたくさんお裾分けしよもらってくれるかな？それが心配。そして早朝コンポスト。めっちゃ多くない？キャベツの傷んでるとこカットしてたら生ゴミが大量になった。でも土に埋めるだけで分解してくれるの助かる。万物は微生物によって生かされてるのさ。なんか深いな。変わり場に到着しましたよ。Kulumano Ito wa Nigadi Oi Shippo Jumaya. Wuwa Yakalani Higo Tsukalit Mutelu Yan. 新幹線、Honma Baba Onaguda Lokana. Zero Kayana. Who war? Mo ne Mutaiwa. 今日はちょっと遅かったもんね。 Meshikule. 睡眠欲より食欲派。 Meshino Junba Dekalumaid Solan Shitalo. Heyo Junba Sena Wat Ino Nojaludu Bito Bito Yadi. 圧の癖が強い。ユンネロはヨシヒコ車の中で爆睡するよね。もうエイシユローカ。深夜ですよ。何やさわんねや。ババサノユビクディマウダ。大怖い。エイリ、何やのジュルノニエスルワ。さて早朝生地こねタイム。本日の生地は米ぬか 20%、加水率 56%。今日は何作るの？今日は小籠包を作ります。そんなの作れるんだ。ないよ。え？作ったことないよ。バカなの？このチャンネルでは米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。糖質制限をされている方のご参考になればと日々レシピを考えています。よろしければいいねボタンとチャンネル登録、ベルマーク登録をよろしくお願いします。無視すんな。まあまあ買い物にでも行きましょうや。また早朝から回転待ち？どうしても早く着いちゃうんだよね。早朝の卵もゲットしないといけないしね。そして帰宅後は草刈り。旦那が。ババアちゃうんかい。さあそれでは作ってまいろうぞ。今日は小籠包の他にバターオムレツなんかも作っちゃったりしてね。何それ美味しそう。オムレツの中身は人参とウインナーのみ。ちゃんと火が通るように人参とウインナーは別で炒めておきます。今ユインナーって言ったよね。言ってない。多めのバターにしっかりと絡ませてしみしみのうまうまにしてやります。絶対ユインナーって言ったよね。言ってない。そして砂糖と合法パウダー。味付けはこれだけです。また合法パウダー。便利だね、合法パウダー。そうしたらフライパンの中に卵を4つ割り入れます。最終的にはレンチンをしようと思うので、フライパンで火を通すのは軽めな感じで大丈夫です。フライパンでそのまま焼き上げればいいじゃん。型に入れて可愛くしたいんだよね。映え目的か。ほぼほぼ生の状態でフライパンの火を止めたら型に流し込んでいきます。なんか完成図が見えた。確かに可愛いなこれ。ねえ、可愛いでしょ。今日はね、トマトを買い忘れちゃったからちょっとカラフルな要素が欲しかったんだよね。出た 20% 引き。ババアは割引肉をゲットした。満足のいく買い物ができました。トマト忘れたけど。ダメじゃん。ひき肉あんの中には生姜にんにくオイルとオイスターソースを入れます。オイスターソースは欠かせないよね。そしてもちろん合法パウダー。非合法の匂いしかしないな。これをしっかりと揉み込みます。3分ぐらいレンチンしてこれ。そしたら小籠包の成形を始めましょう。
やっとメインメニューに突入だね。で、生地茶色。米ぬか入ってるからどうしてもこういう色になっちゃうのよね。生地の真ん中にブスッと穴を開けてぐるぐると回転させながら生地を棒状に伸ばしていきます。ダイナミックで草。これね、中国の方が YouTube でやってて一回やってみたかったのよね。ババアそういうのすぐ真似るよね。こうやって穴開けてぐるぐる伸ばすとあっという間に棒状になります。そういえば今日のテーマは時短だっけ。そうそう、なるべくね手間をかけずに小籠包を作ろうかなと思って。ババアがだいたいランチを作り始めるのが10時半ぐらいだから、皮から作る小籠包を正味1時間半で仕上げてることになるんだよね。これ何やってんの？これもね YouTube で見たやり方なんだけど、棒状のまま指で中に穴を開けてその中にあんを詰めて上を閉じていくっていう方法なんだけどね、これすごい時短になるなと思ってやってみたら、棒状の下の生地がブラブラ邪魔で結構包みにくかったんだよね。なので最初はこうやってブラブラぶら下げながら閉じてるけど、この後からはカットして包んでいきました。なかなか思うようにはいかないもんだね。まあでも皮をね一枚一枚伸ばして包むやり方と比べたら結構時短にはなってると思うな。包み方下手くそだな。そこはセンスの問題だからしょうがないね。具の根も出ねえ。ちなみに加水率 56% の生地はなかなか扱いやすいです。そして重大なことを思い出した。ゼラチンで固めた鶏ガラスープ入れるの忘れてた。何やってんの？小籠包で一番大事な部分じゃん。いやー危ない危ない、失敗するとこだったよ。1個は確実に失敗してるよね。先ほどブラブラとね閉じにくかったのを教訓にして1個分にちぎって指で穴を開けてその中に肉を詰めてさっきと同じように閉じていきます。まあ確実にこっちの方が閉じやすそうだよね。中国の YouTuber さんにも教えてあげたいな。おめえ何様だよ。鶏ガラスープのゼラチンを入れたおかげで肉のあんが激烈に柔らかくなって包みにくさが倍増しました。倍速小籠包タイム。どんどん包んでいきましょう。最後の一つも包み終わりました。あれ、お肉めっちゃ余ってね。余ったお肉は旦那のおやつ。それでは大鍋で蒸していく。皆さんはそーっと置いてね。ババア雑すぎない？めっちゃ熱かったのよ。この蒸し上がりよろしくないですか？ちょっといびつだけど小籠包っぽくなってるじゃん。一つだけチェックしてみました。しっかり中にも火が通ってて蒸し時間は7分でちょうどいいみたいです。一口サイズでめっちゃ可愛いな。そう思って一口で食べるとね、だいたい口の中がお亡くなりになりますけどね。それじゃあ第2弾も蒸していこう。ところでこの鍋めっちゃでかくない？そうだね、どこのご家庭にもある大鍋だね。どこのご家庭にもねえわ。前からね、せいろが欲しいんだけどね、ただでさえここの代わり場川沿いで湿気がすごいから確実にせいろはカビが生えると思うんだよね。それはちょっとえぐいね。皆さんせいろってどうやって保管してるんでしょう？よかったらババアにも教えてください。トングが変わった。ゴムのトングめっちゃ滑る。なんやかんやでこの金属製のトングが一番使いやすいんですよね。激烈に熱い小籠包が完成しました。切り置きしておいたキャベツときゅうりと人参の千切り、こちらで雑なサラダを作ります。お昼から旦那にトマト買ってきてもらおう。どうせお菓子とか買いに行くみたいだしね。旦那の言う今日はお昼から買い物行くのやめようかなっていうの一番信用できないわ。レンチンオムレツにトッピングしてるとこ取れてなくてこんなのが取れてた。もう一回言うわ、バカなの？否めないね。ということで完成しました小籠包と謎のレンチンオムレツ、余った肉で旦那のおやつ、そしてしれっとコーヒーゼリースイーツ。めっちゃ充実してて草。それではいただきましょう。本日も朝日のゼロで乾杯。気のせいかな、なんかご飯が見えるんだけど。あなたにはこのご飯が見えるの？何このご飯お化けなの？怖っ。なんか今日は小籠包だよって言ったらね、米炊いてました。まあ餃子だと思えばありかな。そうだね、タレは餃子のタレだしね。ほぼほぼ餃子扱いで大草原。ちまちまと夫婦で雑なサラダを食べてベジファースト。最初からメインにがっつり行きたいけどね、こればっかりはしょうがない。血糖値コントロール勢だもんね。メインの小籠包に行くかと思いきやレンチンオムレツに手を出したババアですけど、このレンチンオムレツが鬼のように美味しかった。
あんなに適当に作ったのに。それは自分の口で言うからもうちょっとオブラートに包んでね。このレンチンオムレツはもしかしたらランチでメインを張れるポテンシャルを持ってるんじゃないかとババアは思いました。人参も入ってて栄養満点だしね。小さいお子さんにも喜ばれそうな味でした。レンチンオムレツが想像以上に美味しくてババアがホクホクとしている間に旦那氏が小籠包に手を伸ばしました。ご飯の上にワンバンしてて草。しかもこれ器じゃなくて炊飯器だからね。取り皿いるって聞いたら断られたもん。そしてババアも小籠包へ。もうちょっと肉汁がプシャーっとなるかと思ったけど肉汁生地に吸収されてんな。でも割った感じめっちゃもちもちじゃね。そう本当にもちもちで美味しかった。小籠包のレシピを見てたらドライイーストもベーキングパウダーも使わないって書いてあったから出来上がりの生地はもうちょっと硬くなるんじゃないかなと思ったけどこんなにもちもちに仕上がるなんて思わなかったな。料理工程もそこそこ時短できてるしね。そうね、これはもうリピ確定かな。でもやっぱりせいろ欲しいな。カビを生やさないように管理めっちゃ頑張って。そう言われるとね絶対無理なんだよね。川沿いの家の湿度の高さたるやね尋常じゃないです。やっぱ諦めた方がいいね。そうね、次も大鍋で頑張るということで美味しかったです。さようなら。バイバイ。